おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。塗装に関してオイルフィニッシュは素人でもラッカー、ポリ塗装よりできるようですが、やり方を探ると色々千差万別で迷ってしまいます。ケースにもよるでしょうが、神谷さんのやられるオイルフィニッシュはどんな塗料、手法でやられているのかお教えいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。オイルフィニッシュですね。私が使っているオイルフィニッシュをするときに使っているものなんですけれど、これです。蜜蝋ワックス。みざらし蜜蝋ワックスの A タイプですね。有限会社小川幸太郎ゆり子社というところから購入しました。概要欄にも URL 載せておきますのでご参照ください。私が20代の頃は蜜蝋ワックスは使ってませんでした。ステュマックからオイルフィニッシュ用のオイルという風な謳い文句で販売されてたものがあるんですけれど、タンオイルってやつですね。ステュマックからこれを取り寄せて使ってはいたんですが、これね、塗ると臭いんですよ。ちょっとね、うんち臭い。工房の作業台もすべてこのオイルで仕上げたんですけれど、ここの工房が完成した当初は匂いがね、きつかったです。何年経っても落ちなくて、相変わらずね、20年近く経ちますけれど、水で濡らしたり拭いたりすると、ほのかにね、まだ香るぐらいね、臭いんですよ。うんち臭いんですよ。なので、おすすめしないです。とあるお店さんから蜜蝋ワックスがいいよっていう話を聞いて、もう早々に蜜蝋ワックスに切り替えました。塗装のリフィニッシュの時とかに完全に塗装を生地まで剥ぐじゃないですか。で、その後にオイルフィニッシュで仕上げてくれっていうような依頼も結構あるんですね。まず大切なのは、オイルフィニッシュにする場合は、非常に注意深く、丹念に、まず150番から、その次が240番、その次が360番、その次が600番っていう形で、綺麗に表面を整えていかないと、このワックスを塗った瞬間に傷が目立ってきます。取り残した傷がね。なので、ある意味手間はかかります。生地調整の段階での繊細な虫眼鏡でこうやってね、よーく観察するぐらいね、丹念に注意深く傷が残ってないかどうか確かめながら仕上げていかないと、ワックス塗った瞬間に傷が目立ってくるので、下地がすごく大切ですね。生地着色とかもそうですね。で、私のやり方なんですけれど、だいたい600番ぐらいまで全体をきれいにサンディングしたら、蜜蝋ワックスを指で塗布していって、全体が塗布したら乾いたきれいなタオルで拭き取っていくんですね。3回ぐらいそれ繰り返します。1回それやって、次の日にもう1回同じ工程をして、合計3回ぐらい塗り込んでいって、その後数日乾かして、それで完成です。これ人によって塗る回数とかね違うと思うので、だいたいそのぐらい 2,3 回塗り込めば綺麗にしっとり仕上がります。生地着色の場合だと、生地着色で使った染料が例えば白い洋服とかね着てると移っちゃうんですよね、洋服とかに。最初の 1,2 年ぐらいですかねと、そういう感じで私は仕上げてます。あんまりね、私のやり方というか、参考にしない方がいいと思います。こういうのもなんですが、製造現場で働いてる人の意見をぜひ聞いてみたいですね。多分ね、もっと違う方法があると思うんですよね。あと、このギターはオイルフィニッシュなんですけれどっていう風に持ってこられるじゃないですか。ところが楽器を見てみるとオイルフィニッシュではなくて薄く吹きっぱなしで仕上げたような艶消し塗装の場合が結構あるんですよ。見慣れてる人じゃないと塗料を塗ってあるのかどうかっていう判別はね難しいと思います。見分け方としてはトラスロットカバーを外したねところとか傷がついても隠れてしまうような部分で水をね
一滴垂らしてみてください。オイルフィニッシュで仕上げてるものは、要はワックスが塗ってあるわけですから、なんていうのかな、ちょっとこうべちゃっとするというか、もちろん弾くんですけれど、そのまま放っておくと、じゅわっとね、水が染み込むみたいな、そんな感じになるんですよね。一方、その塗装がされてるもの、艶消しの塗装がうっすらされてるものに関しては、その水がほとんどね、染み込んでいきません。その辺で判断がつきます。本当にね、うっすらね、艶消しの塗装をこう薄く塗ってあるものだと、あれこれオイルフィニッシュなのかな、どっちなのかなって迷う時もあります。なので、そういうものに関しては、そういった、チェックの方法があります。冒頭でご紹介したこのワックスは有限会社小川幸太郎、ゆり子社っていうところからなんですけれど、楽器業界の中で最近よく耳にするのは猫だまり工房さんってところが蜜ろワックスやってますよね。ちょうどね、今年の6月にあった横浜の大桟橋であった横浜ミュージックスタイルっていうやつで、猫だまり工房さんが出展されてて、このワックスを買ってみたんですよ。これですね。これね、いろいろ香り付けがしてあって、私はヒノキの香りがするやつを買ったんですけどね。これかなりいいですよ。すごくこう指板とかにね、こうケアとして指板オイルの代わりに全然使えますから。でね、ちょうどこの猫だまり工房さんのブースにお邪魔した時に、あれ神谷さんですかってね、声かけられまして、YouTube 見てますっていう風におっしゃっていただいたんですね。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。蜜ろワックスで調べると Amazon からでもいろいろ手に入りますし、こっちの小川幸太郎ゆり子社の蜜ろワックスは A タイプと B タイプだったかな、なんかねタイプが2つあって、直接ここの会社に聞いたら、ギターに使用するんですか、だったらA タイプの方がいいですよって言われて、それで A タイプにしたんですけれどね。はい、ということで以上になります。最近ね、ちょっと私が前々からやりたかった動画をアップしましたけれど、メタルどうでしょう、一応シリーズ化する予定です。いろいろコメントいただいてるんですけれど、ありがとうございます。こちらの修理どうでしょうの方には、必ずね、見たよっていうポチっていうだけじゃなくて、コメントありがとうございますみたいな感じで、最低限そういう風な返信はしてるんですけれど、メタルどうでしょうの方に関しては、そういった返信はなしでいきたいと思ってます。でも必ず見てますから、コメントは皆様の。ありがとうございます。で、見たよ、ポチっていうのをね、押させていただいてますので、よろしくお願いいたします。あんまりそっちにはまりすぎないように気をつけますけれど、楽しいんですよね、やっぱりね、ああいうのやってると。なんかこう、普段こう、黙々と作業してるじゃないですか。全く真逆な方向性のああいうのもいいかなと思って。そう、最近音楽に対して曲を作るとか弾くことに対してまた興味を持ち始めて、ここ10年ぐらいはもうアウトドアで興味がそっち行っちゃって、あんまり楽器なんてどうでもいいやみたいな感じだったんですけれど、またね、DAW、デスクトップミュージックですよね。DTM みたいな。そういうのをやり始めたので、使ってるソフトは Logic です。Logic Pro 10を買いました。10年、15年前とかね、一度 Logic はいじったことあるんですよ。20代の頃からもうずっとやってきたので、カセットテープレコーダーの時代からやってきたので、MTR ですね。タスカムのポーターシリーズとかってあったじゃないですか。あの頃からいろいろこうやってたので、実際今のこの最新のこういうソフトを使っても全然違和感なくね、なんかわからないことがあれば、逐一こう今ね、検索して、ググって、それでこう勉強しながらやってるんですけれど、ある程度知識があるせいか、全然難しくなく素直に作れてますね、曲は。曲はといってもカバーですけれど、そんな感じで音楽も最近は楽しんでいます。最初はね、別チャンネルを立ち上げて、それでやっていこうかなと思ったんですけれど、そうすると管理も大変になりますし、人によっては当然この修理どうでしょうを見るために
このチャンネル登録をしたのになんだこんな変な動画上げやがってみたいなね、そういうご意見もあると思うんですけれど、ちょっとそこは何卒ご勘弁ください。極力どっちかにね偏らないようにアップはしていくつもりでいます。はい、ということで以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。